私にとってはちょっと早いんですけど、今日は、コチョウランに花芽を出してもらうためのポイントをお話ししようと思います。花芽を出す時期とかお花が咲く時期っていうのは管理している場所によって大きく違いが出るので、この動画を参考にされる方はご自分がコチョウランを管理している環境がどういった環境なのかということをよく把握しておいてくださいね。洋蘭にはめちゃくちゃたくさんの種類があってそれぞれに違う性質を持っていますが、コチョウランに関してはほとんどのものが寒さに当てないと花芽は出ません。今ほとんどといった意味については後半でお話ししますね。で、寒さに当てるといった通り、ポイントはとにかく温度です。だいたい18度以下の温度が必要になります。私はコチョウランを15度以下の環境には置かないようにしているので、18度から15度、この温度管理が結構シビアです。それで早速ですが話の核心に入っていきますけれども、どれぐらいどんな風に寒さに当てるかっていう話です。株によってですね感度が違うんですけれども、寒さに対する感度の高い株なら最低18度以下になる環境に2週間、平均的な株であれば18度以下にだいたい4週間ぐらい置くことができれば安心です。私の場合は最低気温が18度以下になってからさらにだいたい1ヶ月ぐらい屋外管理を続けます。私の住む地域ではだいたい10月の半ば頃から最低気温が18度ぐらいになってきます。それから11月のだいたい第2週ぐらいまでには最低気温が15度まで下がってきます。それでだいたいいつも1ヶ月ぐらいなんですね。ただし去年はですね、その秋の季節の進むのが結構早くて18度以下になったなと思ってから15度を切るまでですね、確か3週間ぐらいしかなくって、ちょっとね期間が足りてないかなっていうので不安だったんですけれども、私はコチョウランたちを15度以下に置きたくないのでちょっと早かったんですけれども15度以下になった段階でコチョウランを部屋に取り込みました。結果的に咲いてくれました。で、温度はですね上がったり下がったりを繰り返しながら季節が進むので結構ねやきもきしちゃうところはあるんですけれども、ちょっと温度管理がシビアな時期はですね、できるだけ毎日温度をチェックして最初に18度以下になった日と安定して18度以下になった頃をカレンダーに印をつけておきましょう。一番いいのは最低気温が18度から15度の期間を4週間確保できれば一番安心なんですけれども、できなければせめてどれだけ過ごさせることができたのかっていうのは記録しておきましょうよ。そうすると来年以降の自分の育て方のスキルが爆上がりします。寒さに当てるのは一晩かけてさらすのを1ヶ月ぐらいと思ってもらえるといいと思います。18度から15度に、当てればいいっていうことだったら朝方ちょっと株を外に出して寒さに当てればいいのかなと思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私は一晩かけて寒さに当てるのが効果的だと思っています。私は屋外管理で寒さに当てますけれども、室内で管理されている方は室内でも大丈夫です。コチョウランを管理している環境の温度を測ってみて、寝る前に20度前後、そして、そこから早朝にかけて18度以下までに温度が下がるような条件を作ってやれれば花芽は出てきてくれます。ただしですね、その時期がずれ込めばそれだけ花が咲く時期も遅くなるということにはなりますけれども、最低気温が18度以下になるような気候の中で1ヶ月過ごさせることができれば、その後は管理する温度を上げても大丈夫です。花芽が目視で確認できるまで18度以下を続けなくても大丈夫ということです。
で今言ったような環境でコチョウランたちを寒さにさらすと、屋外管理の場合1ヶ月後ですね、室内に取り込む時にもう目視でですね花芽が確認できるものもありますけれども、そういう子は寒さ感度がかなり高い子と言えます。私は、コチョウランに花芽を出してもらうためには18度以下が目安だと思っていますけれども、株によってはですね、18度ではなく20度ぐらいからもうすでにですね、寒くなってきたからそろそろ咲く準備しようかなって思ってる子がいるっていうことですね。温度を確認しつつドキドキの1ヶ月を過ごしてもですね、1ヶ月後花芽を確認できるものはあまりありません。その理由はですね、私たちが目視で確認できるようになるにはまだ少し時間がかかるということなんですよ。その株によって花芽を作る条件の温度と期間をクリアしてもまだ変化はですね、私たちの目に見えない部分で起こっています。目標達成を確信するまでですね、だいたいそこから1ヶ月か2ヶ月ぐらいかかるものと思っていてください。去年の我が家で言いますと10月中旬から11月中旬までが寒さに当てる期間でした。でそこから、花芽がだんだん出てきてですね、一番最初に花の咲いたものが年も暮れの頃ですね。でそこから年明け、徐々に咲き始めて、満開という動画を撮ったのが、3月31日でした。前半でお話ししたような温度帯を過ごさせると、私の感覚で言うと、年内に 80% ぐらいの株に花芽が出ますけれども、出ない株もあります。出ない株っていうのはですね、寒さに対する感度が違っていたり、私が不定期咲きと呼んでいるものなんかで、春以降逆にあったかくなってきた時に花芽を伸ばしてくるっていうようなちょっと気まぐれな子たちもいたりするんですよ。あとはですね、中には結局春になっても夏になってもこの1年咲かずじまいっていう子も中にはいるんですけれども、そういう株は本当にごく少数です。その株に関してはですね、咲きたくなかったんだねって、しょうがないねっていうことで、許してあげてください。葉っぱや根っこだけでも十分に楽しませてくれるコチョウランなんですけれども、やっぱり立派に咲いてくれた姿っていうのは本当に美しくて励まされますよね。ただしこのお花を見るためにはですね、今言ったようなちょっとしたコツが必要になります。でこれまでも咲かせられたよっていう人はですね、これまでのご自分のやり方を踏襲されればいいですし、これまで、持ってる株の中で半分以上咲かなかった経験があるんだっていう人はですね、ぜひ一度、この方法を参考にして温度を測ってみてあげてください。そしてですね、せっかく出た花芽も、しっかり伸びずに途中で止まってしまうっていうこともありますので、また時期を見てですね、花芽を順調に伸ばすためのお世話っていうのは、お伝えしていこうと思います。それからですね、私は、自分の住んでいる地域の温度ですね、いつ頃どれぐらいの温度になってどれぐらいまで下がっていくかっていうのを、把握してますけれども、それぞれお住まいの地域が違いますので、もちろんその時期も違います。確か気象庁のホームページでですね、各地方気象台がこれまでに観測した記録っていうのが、年間の平均気温みたいなので見れますので、こんなね、へっぽこクリエイターに私はここに住んでるんですけどどうですかみたいなことは聞かないでください。ご自分でググってくださいね。私そんな博識じゃないのでごめんなさい。はい、それでは今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントと通知ボタンも押していただけると嬉しいです。